奇跡の美食学。高知県仁淀川町。川釣りを楽しむ人々の仕掛けを見てみると、ここです。ここですね。はい、もう通りました。生きた魚が仕掛け。この魚は生きた鮎をおとりにして鮎を釣ります餌はないんですので、餌使わない釣りです。鮎で鮎を釣る。実はこれ友釣りといい、鮎釣りの技法の一つ。珍しくないですか？珍しいですね。世界中でも同じ魚を釣る、仕掛けと同じ魚を釣るっていうのは珍しいです。この友釣りがすごかった。友釣りは生きた鮎に針をつけ泳がせる。するとおお、なんと魚が2匹。これますね。仁淀の鮎です。こちらが釣れた鮎。しかし餌がないにもかかわらず、どうして釣れるのか。天然の鮎が縄張りを守るためにアタックしてくるんですね。それを掛け針にかけます。鮎は自分だけの縄張りを作り、そこへ入ってきた他の鮎を追い払うという習性がある。友釣りは針をつけたおとりの鮎に攻撃してきた鮎を針にかけるという釣り方。餌を使わず同じ魚で釣る、世界的にも珍しい情報だ。江戸時代から伝わる友釣り。あまりに釣れるため、人々が仕事そっちのけで鮎釣りに熱中してしまい、幕府が鮎釣り禁止令を出すほどだったんだそう。ところで皆さん、そもそも鮎のこと知ってますか？夏を告げる旬の川魚、鮎。川魚というイメージが強い鮎ですが、実は海と川を行き来する魚。秋に川で生まれた鮎は冬の間は海に行き、動物プランクトンを食べ成長。そして初夏になると再び川へ戻り、今度は川の苔を食べ大きくなり、秋に産卵。一生を終えるのだ。特に澄んだ清流が大好きな鮎。川の苔を食べ大きく成長した6月から10月が旬で、上品な香りと繊細な味わいから清流の女王と呼ばれる。実は高知、会場内は美味しそうな鮎の香りが充満しています。川の名前を伏せた形で鮎の審査が行われます。全国の鮎の品質を審査する清流めぐり利き鮎会という鮎界の一大イベントで、9度グランプリに輝くなど、全国屈指の鮎の名産地。高知の鮎はやっぱり身が締まっていて脂が乗っている、香りも豊かですね。噛んだ時になんか肉質のしこっていう感じが残る。生きてその日のやつじゃないとダメなんですけど、食感はもうプリプリですよ。甘みが優れです。本当なんかお砂糖舐めてるぐらい。おすすめはしません。これは本当に釣り人が釣ってきてその日生きてるやつの以外はおすすめができない。味も香りもあるし、身が締まって本当に筋肉質の方が絶対に美味しいんですよ。自分だけでこっそりと食べたいです。なぜ高知の鮎は美味しいのか、その理由に迫る。なぜ高知の鮎は美味しいのか、その理由を清流めぐり利き鮎会の主催、内山さんに聞いてみると。
海までつながったきれいな川が多いということだと思います。高知の河川の特徴、例えばこの仁淀川なんですけど、放流量の100倍から1000倍の天然遡上鮎がいる。つまり釣れてる魚の9割以上が天然遡上の鮎っていうのが高知の特徴だと思うんですよね。全国で天然遡上鮎が登る100河川っていうのを調べたんですけど、そのうちの10河川は高知県なんですよ。天然遡上が登る河川だけでも10個あるんで、それを10種類集めると10種類の味が楽しめますよ。これやっぱ魅力ですか？魅力ですね。人工的に種付けした鮎を春先川に放流する放流鮎と、海から帰ってくる天然遡上鮎の2種類に分けられる。天然遡上鮎の方が鮎本来の香りが強いと言われており、高知県ではそんな天然鮎が戻ってくる川が10以上も。鮎が戻ってくるのはきれいな水質だけではなく、ちょっとこれ見てください。はい石。はい。もともとはこれはこういう色なのです。あ、はい。はい。で、茶色いのがこの鮎の餌になる苔です。綺麗な水で流れが割と速いので、古くなった苔がどんどん洗い流されて新鮮な苔が入るんです。で、水がきれいってことはそこまで日が入りますので、新しい苔がどんどん生えてくる。餌となる川底の岩に付着した苔も大切な条件。全国的にも高知の河川の苔は新鮮だという。そのため高知の鮎は特に香りが良く、メロンやスイカのような甘い香りがするんだそう。そんな高知の鮎はこの道の駅でも年間6万匹ほど販売するという人気ぶり。家庭の冷凍庫にストックがいつもあるような感じですね。ちょっとしたお客さんが来た時とかにも焼いてご馳走したり、身近な魚だと思います、鮎は。どうですか？美味しいです。鮎は古くから土佐人に愛されてきた川の恵み。位の高い人々に対してのですね、贈答品としても鮎というのは使われてますし、さまざまなですね立場の人の食卓に並ぶような、馴染みのある食材だったのかなと思います。御用鮎という制度がありまして、検証簿というですね土佐藩の法律を修正したような資料があるんですけれども、その中に江戸時代の17世紀の初め頃にですね、鮎の資源保護であったりとか、そういったことの記述がある法律が書かれてあったりします。勝手に売り買いさせないよう土佐藩が鮎を管理していたんだそう。そして鮎の伝統漁法として知られるのが火振り漁。夜、松明の明かりを水面に灯し、それに驚いた鮎を網に追い込み捕まえる漁法。夏から秋にかけて行われる日本でも数少ない漁の一つで、四万十川の風物詩となっている。土佐時代から続く鮎愛。高知では塩焼き以外にもさまざまな工夫をし鮎を味わってきた。こちらのお店でも。お待たせしました、鮎の背干しです。背干し。取れたての鮎を刺身じゃなくて酢の物にするわけです。ああ、なるほど。背干しとは6月から7月頃に取れる若鮎を生のまま骨ごと輪切りにして酢漬けにした料理。夏に清涼感を味わう一品として高級料亭でも出されるほど。身の感じは本当にプリプリしてて背干ししてるから、骨の感触もあって、いいアクセントになってますね。ありがとうございます。他にも夏場の脂の乗った鮎を丸々1匹使った鮎の姿寿司。秋から冬にかけて産卵を迎えたいわゆる落ち鮎の成熟したうまみや甘みが楽しめる鮎の塩煮。
四万十で保存食としても重宝される甘露煮など、その時期その時期に最も美味しいとされる鮎料理が楽しめる。中でも人気なのが、お待たせしました。鮎飯です。鮎飯。どうぞ。うわー、美味しそう。すごい、鮎大きいですね。そうですね、もう解禁したばっかりの鮎のいいやつですね。取れたてです。地域でいろいろ違いますけど、やり方は。あ、そうなんですか。当店はもう身をさばいて焼いて入れるようにしてます。私らも小さい頃から食べてます。ホクホクの鮎の身と鮎の骨や肝で取った出汁の香りと旨味がご飯に染み込んだ一品。そう、高知では昔から季節によって変わる鮎の良さを最大限生かし味わってきたのだ。高知県佐川町に店を構えるイタリアンレストランダ・ゼロ。本場イタリアのミシュラン一つ星店で修行した的場シェフが作る新たな鮎料理があるという。それが、失礼します。はい、ではこちらが、鮎のラビオリでございます。鮎の姿もないですね。そうですね、もうすべて鮎の旨味を凝縮させて、パスタの中に、詰め込んでおります。鮎のパスタというが、鮎がどこにいるのか全くわからない。すると中にですね、その鮎のペーストと、鮎のペースト？そう、実はこの料理、香味野菜とソテーした鮎に大量のバターを加えペースト状に。この濃厚な鮎のペーストと蒸したじゃがいもを合わせパスタ生地で包む。姿こそないものの鮎の魅力を丸ごと味わえる。そのお味は、やっぱペーストになってる分濃厚な風味がしますね。ホクホク感と鮎の風味が合わさって美味しいです。ありがとうございます。さらに的場シェフ、フレンチの要素も取り入れ鮎の新たな可能性を追求している。季節限定で肝の苦みを楽しむところが魚のジビエのイメージが僕の中にあって、塩焼きのイメージがあるんですけども、違ったアプローチで鮎の新しいうまみとかその食べ方とかっていうのを知っていただけたらいいかなと思います。一流シェフも認める高知の鮎。そう、鮎は塩焼きだけじゃない。6月から10月に旬を迎え、優美な姿と独特の香りから清流の女王とも呼ばれる鮎。高知の鮎はやっぱ身が締まっていて脂が乗っている、香りも豊かですね。噛んだ時になんか肉質のしこっていう感じが残る。食感はもうプリプリです。甘みが優れです。ほんとなんかお砂糖舐めてるぐらい。川底の苔を餌にする鮎。高知の河川は流れが速く太陽の光が当たるため常に新鮮な苔が生える。そのため高知の鮎は香りが良く、コンテストで何度もグランプリに輝くほど全国でもトップクラスの美味しさを誇る。焼けました。そう、まさに高知は鮎王国。そんな鮎王国高知では新たな鮎料理が続々と生まれている。東京銀座に店を構えるブラッスリーポール・ボキューズ銀座。今年高知の天然鮎の試食会を開催。新たな鮎料理が振る舞われた。その料理がこちら。東京では貴重な天然鮎にお客さんたちは
食べ方としては本当塩焼きしか食べたことがなかったので、あと天然っていうのはこれだけ希少っていうのも知らなかったので、フレンチでしっかり香草を使ったソースに合わせてもちゃんとその苔の香りというか新鮮なスイカみたいなすごいいい香りがするのは天然の鮎ならではだなというふうに思って、このイベントを仕掛けた一人の男性、よろしくお願いします。実は意外な経歴の持ち主だった。釣りバカ日誌の中の、一応浜ちゃんのモデルと言われてます。浜ちゃんのモデル？半分本当で半分違うかな。だいたいあんなに頻繁に合体しないので小学館で雑誌編集者として第一線で活躍していた黒笹さん。あまりに釣り好きだったため黒笹さんをモデルにし釣りバカ日誌が生まれたんだとか。定年後は趣味の釣りを楽しみたいと高知へ移住し、現在も鮎釣りを楽しんでいるそう。釣って面白い、それから食べて美味しい、県全体として美味しい鮎のボリュームが大きいっていうのはやっぱり高知かなと思います。僕は釣りの神様に選ばれた土地は高知であると。よそから来る人はみんな高知はカツオでしょっていうだけであって、それ以外にも美味しい魚いっぱいあるのに、で僕はその鮎にとにかく光を当てたいということで今いろいろ活動しています。鮎王国高知振興ビジョンですね。一つはそのカツオばっかりに偏らない、もっともっと美味しい魚の資源があるっていうののアピールの一つとして、とにかく鮎をみんなに食べてほしい。鮎が美味しいってことを知らない人たちがまだまだたくさんいるので、高知の鮎の魅力を発信する一大プロジェクト。その取り組みとは。いろんな漁協さんの協力をいただいて去年初めてやって、正直こんなに反応があるとは思わなかったので、鮎の美味しさを広めるため県内から1000匹以上の天然鮎を集め料理を振る舞う高知天然鮎祭りを開催。4000人以上の来場者が鮎料理を楽しんだ。塩と身がなんかあって美味しい。お酒とやっぱり鮎で相乗効果で最高です。他にも子どもたちの鮎漁の体験会や給食に鮎のメニューを出すなど次世代に向けて鮎の魅力を発信。さらに海外の見本市、食の見本市みたいなところに出店をして、外国人に食べてもらってるみたいな、大変に評価は高かったと。国際見本市やドバイの食材フェアへ高知の鮎を出品。その味が評価を得るなど高知の鮎は世界でも注目されつつある。地元高知の老舗ホテル浄世館でも鮎料理にある進化が。やっぱり鮎って塩焼きが定番じゃないですか。そこでまた違った料理を、鮎の良さを今アピールしたい。そこで始めたのが新鮮な鮎を四万十名物ブシュカンの果汁で締めて作る鮎の握り。鮎本来の風味や食感が味わえるんだそう。そして料理長自ら考案した鮎の雅焼きなどここでしか味わえない新たな鮎料理が。作ってみてやっぱり一番美味しかったんで、それはね皆さんに食べてもらいたいという。しかし今鮎には大きな問題が。それが鮎の漁獲量。全国で最盛期と比べおよそ10分の1まで低下してしまっているのだ。その原因が、病気の問題でですね漁獲量が低下していきます。でその病気って何かというとですね、冷水病というバクテリアの感染症なんですけれども、それがですね全国の河川にですね蔓延して漁獲量がですね全国的にですねぐっと減っていく。全国の河川で冷水病が発生。その結果鮎の漁獲量が著しく低下。減りゆく資源を守るために立ち上がったのが高知県。その取り組みとは。 PCR 検査っていうのをやってます。鮎の PCR 検査、一体それは。
あまりですねその感染症対策を意識したような放流っていうのがなされてないっていうのが現状です。つまりだから放流する時にですね、この場所のこういう時期にやっぱ病気が出やすいから、ここの放流は避けようとかですね、そういったことを今後取り組みとして入れていくと、河川での病気の被害っていうのが減ってくるんじゃないかなっていうふうには個人的には考えています。他にも国と協力し鮎を守る取り組みをする方も。こんにちは。はい。こんにちは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。物部川漁業協同組合の松浦さん。やっぱり石ですね。鮎を釣るには石を釣れと言われるぐらい、石と鮎との関係というのは切っても切れない。水質もさることながら、やっぱし川の形、その形を構成するのは石とか砂とか、その中でも特に鮎の餌場となる大きな石がどういうふうにゴロゴロ転がっているかというのが鮎にとっては非常に大事な環境です。鮎にとって大事な餌場となる川の中の大きな石。しかしダムが3つもできたこちらの物部川では上流から石が流れなくなり鮎が育つ環境が減ってしまった。そこで松浦さんは河川を管理する国に掛け合い、ダムでせき止められた石を川へ搬入。河川整備を行い鮎が育ちやすい環境を戻す取り組みを実施。さらに大きな石だけでなく小さな石も川へ。その理由は実はこういう、1センチから5センチぐらいのこれくらいの小石が鮎が卵を産みやすい産卵に適した石です。鮎は砂利や小石が多い場所に産卵する習性を持つ。これにより石の隙間や砂利の隙間に入った卵は外敵から守られる。そのため物部川では鮎の産卵に適した細かな石を河口付近に大量に置いたのだ。全国的にね、高知県もそうですけども鮎の漁獲量というのはどんどん減ってきてます。でさまざまな要因があるでしょうけど、その川の形とかそういった川の環境と占める割合も大きいんで、そういったのを河川管理者とこういう形で協力しながら、最適解を見つけていくのは大事だと思いますね。でその結果は鮎が出してくれます。高知の人に古くから愛されてきた鮎。鮎の資源回復の取り組みはまだ始まったばかり。未来に高知の鮎を残したい。カツオもいいけど鮎もいいよ。